皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、中国経済に大打撃を与えることが確実な不動産開発大手、恒大集団の経営破綻がいよいよ秒読みになったことを皆さんにお伝えしようと思います。この問題については以前から何回か動画にしましたが、簡単におさらいをしておきましょう。恒大集団は中国の不動産開発のその大手です。負債総額は35兆から40兆円程度あるとされ、その巨大な負債が返せないとなれば、当然のように多くの悪影響をもたらすこととなります。しかし、なぜそのようにとんでもない額の負債を抱えているかといえば、それはこの会社の経営方針にあります。恒大集団は別に古くからある企業ではありません。現在の創業者が一代で築き上げた会社で、会社を発展させるために用いたのが外部からの資金調達です。手元に資金がないのであれば、他から借りてくればいい。そして借りてきたお金以上に稼いでしまえば、一気に会社は成長できる。このような考え方、そして経営方針を持って中国恒大集団は実際多額の借金をしながらも、その手元資金を厚くすることによって他の不動産開発業者よりもはるかに速いペースで不動産という商品を手掛けて、そして実際に販売していったのです。しかしこのような経営方針というのはあくまでも住宅開発を行ってすぐに物が売れるという状況があればこその自転車操業です。しかしそのような自転車操業というものがまさに近年における中国経済の発展の恩恵を受けることとなり、恒大集団は創業者一代にものすごい発展を遂げたのです。ところが、このような経営方針といったものが永遠に続くかといえばそういったわけではないのが現状です。中国の不動産価格というのは今まさに頭の打ちの状態に陥っており、中国当局もこのような借金をぐるぐると回すような経営というものが巨大な爆弾になることを恐れて、業界に規制を強化しています。そして規制を強化された時において経営を一気に健全化させることができるかといえば、そのような手腕はこの会社にはありませんでした。ですから巨大な負債というものを抱えた状態で経営破綻へとまっしぐらな状態にあります。恒大集団はこのような自転車操業をしていた関係で、何年も前からいずれはダメになるだろう、いずれはダメになるだろうと言われ続けてきた会社です。しかしそのために何とか資産の売却やもしくは開発事業を加速させることで、なんとかその度に切り抜けてきた会社です。ところが今年における危機というのは、そのようななんとかやりくりしてできるレベルをはるかに超えた状態へと陥っています。今まさに経営破綻を迎えようとしている恒大集団の現状を伝えるニュースを見ていきましょう。中国恒大債務返済資金確保できる保証ない、広東省が関与へ。中国広東省政府は資金繰り難に陥っている不動産大手中国恒大集団が債務返済に十分な資金を確保できる保証はないと表明したことを受け、同社の会長を呼び出すとともに社内のリスク管理などを監督するために作業チームの派遣を決めた。中国恒大は香港取引所への提出文書で債権者から約2億6000万ドルの支払いを要求されたと明らかにした。恒大はすでに11月6日が期限だった8250万ドルの利払いの履行が遅れている。文書は現在の流動性の状況を踏まえると、財務上の義務を引き続き果たすために十分な資金を確保できる保証はないとし、義務を果たせない場合、債権者は返済加速を求めるかもしれないとの見方を示した。恒大が本拠地を置く広東省の政府は声明で、恒大の要請に応じて同社に作業チームを派遣し、リスク管理や内部統制強化、通常業務の続行を監督すると明らかにした。中国の中央銀行は、恒大問題は同社自体の経営ミスや急激な事業拡大が主因だと指摘。不動産会社一社がもたらす短期のリスクが中長期的に市場の資金調達機能を損ねることはないとした。中国における不動産販売や土地購入、資金調達はすでに正常化したとの認識を示した。中央銀行は問題はないと言っているわけですが、その割には恒大集団に地方政府が作業チームを送り込んで政府の関与を強めているというのは、実際のところこの恒大集団がもはや危機的な状況にあることを表しています。実際恒大集団の負債総額についてはほとんど減少していません。恒大の負債総額は6月末時点で1兆9665億元、日本円で約35兆円になっています。内訳は銀行からの借り入れや社債、工事代金の未払いのほか、マンション購入者や社員に売った小売回りの投資商品など、この返済期限が次々に恒大に迫り、資金調達のため傘下の地方銀行やインターネット企業の株式を売却したり、
創業者の豪邸や自家用ジェット機などの個人資産を売却したりしてきた。しかし、これらの資産の切り売りはなかなかうまくいっておらず、また、同時に売れたとしてもその金額が微々たるもので、もはや焼け石に水の状態となっています。中央銀行が一つの企業の経営失敗に過ぎないと虚勢を張っている一方において、実際問題、業界全体で大きな問題を抱えています。例えば中国のドル建て債の発行額1位、2位は恒大集団とその他に花鳥業集団という会社があります。この花鳥業集団も今まさにデフォルトの危機に陥っています。社債の償還延長同意得られず、デフォルトの恐れ、中国花鳥業。中国の中堅不動産開発会社花鳥業集団は3日、満期を7日に迎えるドル建て社債について、資金繰り悪化を理由に1年半の償還延長を提案したが、債権者の同意を得られなかったと発表した。同社は代案を模索するが、デフォルト、債務不履行に陥る恐れが高まった。花鳥業の場合だともうまさに期日が目の前にある状態で、もうどうにもならないかもしれないというニュースになっています。このあたりについてはもうダメだろうという見方についてはもうすでに以前からなされていて、1ヶ月前、格付け会社は社債の格付けを2段階引き下げるなど発表を行い、もはや投資不適格な状態にあるということを公表しています。私が恒大集団の経営破綻が秒読みになっていますよと表現した理由というのが、今回ご紹介した記事にもあるような恒大集団自身が私の会社には借金を返済するその資金を集めるだけの能力がもうありませんよと自白していることにあります。そしてこの発表を受けて政府も、それだったらもうなんとか自分たちの管理に置かなければならないと作業チームを送り込んでいる。このような客観的な事実を見れば、恒大集団が実質的な破綻状態に陥っているのは明らかです。これまで利払いをなんとかやりくりしていこうとして資産の切り売りをしていこうとしていたのですが、そもそも年月が経っていけば何が起こるかといえば、利払いではなく今度は社債そのものの償還の日というものもやってきます。ですから利払いだけでなんとかやってくるだけではなく、その後にはもっと巨大な額についてお金を用意しなければならないわけですから、今の経営状態でそのような危機を乗り越えることはほぼ不可能な状態です。中国当局はこの件に関して経営破綻をしたのはあくまでも恒大集団一社に過ぎず、その影響といったものは限定的なものに過ぎないと強がっています。しかし私はこれは間違っていると思います。なぜならばこの一社だけの問題であれば確かに中国当局の見方は当たっているのでしょうが、現実問題今起こっているのは中国の不動産業界、もしくは不動産市場そのものに大きな転換点が訪れているからです。それは一体何かといえば、それは不動産価格の頭打ちです。そもそも論として不動産価格がどんどんと上昇していけば、それに伴って値上がりするんだなということを前提にして借金をしてでも買おうとする人たちというものがたくさんいます。そのような循環というものが続いていく限りにおいては、不動産開発を行えばそれによって不動産が必ず売れるような状況というのも同時にあるから、借金をいくらしてもほとんど気にしないでも良いという状態が続いてきたわけです。しかしこのような借金を前提とした会社経営、そして不動産投資といったものについて行き過ぎれば、それは巨大なバブルとなり、もはや中国共産党の取り扱うことのできない巨大すぎる問題へと発展してしまいます。そのため中国当局は何を行ったかといえば、まず不動産開発業者に対してはもうこれ以上の借り入れをするなぐらいの感じで規制を強めました。そしてその影響をもろに受けたのが恒大集団であると同時に、同じようなビジネスモデルを持っていた会社たちにものすごい経営圧迫を与えました。その結果、まず最初に起こったのが、手元資金を確保するために今販売しているもの、そしてこれから販売するものについてとにかく安く売ってでもいいからとにかくお金を集めろという状況へと陥りました。中国恒大は不動産開発大手ですから、大手がそのような値下げ競争に突入すれば当然のように開発のそれより下の会社たちも似たような形で値下げ圧力を加えられることとなります。そしてそのような状態を見た
買い手の方にしてみても、これまでずっと値上がりしてきたのにいよいよ安売りが始まった。つまり不動産価格が頂点をつけたんだなという認識が広がること、それ自体がこれまでの不動産業界の流れというものを一変させることとなります。つまり値下がりするかもしれないということを考えれば、多額の借金をしてでも今すぐ不動産を買わなければならないという考えというものはバカを見るぞと多くの人たちが思うこととなります。ですから値下がりするのを待とう、そうした形で買い手が少なくなること、それ自体が恒大集団やもしくはそれらの開発業者に対する逆風となるのです。実際そのようにしてこの問題というのが恒大集団だけの問題じゃありませんよということを一つの例として取り上げるために、今回ご紹介した記事においてはまた別の会社もデフォルトの危機に陥っていることを皆さんにお伝えしました。これは全体の状況として悪くなっているということを理解するための一つのニュースです。そして不動産業界全体に経営破綻やもしくは関連の倒産といったものがどんどんと出てくるのであれば、これは GDP をまさに押し下げるような巨大な圧力となって中国経済を襲います。ですから中国当局はこの問題はあくまでも一社の問題に過ぎないんだと虚勢を張る一方において、実際に起こるのは中国経済という巨大なパイが沈む、そのような前触れなのです。というわけで中国恒大集団の経営破綻がまさに秒読みになった。そして実際的に経営破綻をすれば負債についてはほとんどの返済が滞るでしょうし、また関連会社などの連鎖倒産なども引き起こすことでしょう。そして投げ売りされるような形で市場に出てくる不動産といったものは現在の不動産市場そのものについても冷や水を浴びせることとなります。それに伴って中堅やもしくは弱小の不動産開発業者などもどんどんと連鎖的な倒産を引き起こすような事態へと発展するでしょう。そういった意味では失業者なども当然のように多く出てきますし、この事象それ自体も中国経済 GDP を引き下げるような大きな経済危機をもたらすこととなります。ただこの話は最後に注意点を一つだけ述べなければなりません。恒大集団の破綻がもうまさに目の前ですよという状況にはあるわけですが、残念ながらこれをもってして中国経済が大崩壊を起こしてジンバブエのような失敗国家へと転落するかといえばそういったわけではありません。それは日本における不動産バブルの崩壊においてその後日本経済が非常に大きなダメージを負い、失われた20年30年といったレベルで語られるようになりました。ですがそれによって日本経済がじゃあ完全に崩壊したかといえばそういったわけではありません。それと同じようにして今回の恒大集団の破綻を引き金とした中国経済への大打撃といったものは当然のように長い間中国経済に暗い影を落とすことでしょう。しかし残念ながらそれはあくまでも打撃を与えるといった話で、中国共産党がこれによって倒れて政変が起きて中国がもう全く違う国家へと生まれ変わったり、もしくは共産党が続くんだけど経済が完全に破綻して国内で10億人みんなが失業者になるといったような地獄絵図になるというわけではありません。このあたり動画の再生数を稼ぎたい人はさあこれで中国経済が崩壊するんだぐらいなことを言う人がいるわけですが、それはあくまでも誤題表現だということを皆さんも気に留めておいてください。私はそのような中国経済が崩壊してしまうんですよみたいなことを言っている人の話を聞くと、そのようなことを言っている人の解説が以後信頼できなくなるのになとちょっと私などは思ってしまいます。もちろんそのようなことを気にしない人たちがそのような動画を見続けるわけですが、古代表現をあまりにも聞きすぎると現実との乖離に失望感を強めてしまうんではないかなといらぬ心配をしてしまうものです。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見よったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。